ピラミッドを探索するホラーゲームやるよ。ほう、明るそうでええな。歴史家兼写真家の主人公が写真を撮りながら進むんだってさ。ほな行こか。エジプト、ギザのピラミッド、1979年。目的地か。どのピラミッドに行くんだろう。ピラミッドって1個やないんか。有名なのでも3機はあるでしょ。行ったことないからわからん。このゲームで行ったこと扱いにしちゃおうね。今日は人生で一番重要な日。明日には私は最も勇敢な写真家として称えられるか、愚かな歴史家として名を残すかもしれない。いい写真撮れなきゃあかんってことか。罠で死んじゃったらわざわざ行ったことをバカにされるってことかも。ピラミッドって危険な場所なんか。私はルドアメンの遺物を撮影したい。怖いけど恐怖には負けない。これは歴史を作るチャンスだもん。歴史的な発見を撮れればいいね。こういう場所の遺物ってもう取られてたりしてそうやから、かなり奥深くまで探索せんといかんな。乗ってきた車にはアイテム積んでないかな。ピラミッド内くらいかもやし、ライトは欲しいで。妙にタイヤの跡の幅が狭いな。特にアイテムないならとっとと進もうな。キーコンフィグできるから操作の説明はしないけど、ダッシュがしてるのかわからないくらいには遅いや。砂の多いところで走ると危ないからな。観光気分でゆっくり歩くのもいいのかもね。このピラミッドたちって人間が作ったんだよね。信じがたいや。昔の人はパワフルよな。今もなお崩れてないってのがすごいよね。不思議なパワーでも備わってるんちゃうか。オカルトな話なら4時間語れるけどどうする？進んでくれ。寄り道はできないっぽいし進む。メモじゃないのか。ライトアップされとるとか完全に観光地やんけ。ちょっと不気味でいいね。辺り暗くなってきたな。ライト置かれてるなら問題ないね。なんで明るいうちに来なかったのか疑問や。無許可だから忍び込みたいとかかも。なら車隠せ。まあ中が明るいかは別の話だから外の明るさはどうでもいいよ。警備員が交代する前に墓に入らなきゃ。隙をついて忍び込むって話か。いい写真撮れても公開したら怒られるやろ多分。歴史的発見の前では無罪になるからいい写真撮ろうね。やったもん勝ち精神の輩は呪われるべきやぞ。グラフィックだけで800円払った価値はあるね。歩いてるだけでワクワクしてるのはマジや。まだまだ前人未到ではなさそうだ。その箱はアイテムとかじゃないね。無判定。お、セーブあるんだ。おお、侵入かな。明かりがあるの助かるな。フラッシュライトの類は持ってないみたいだけどね。仕事道具のカメラだけありゃええやろ。ライトなしに文句ないの珍しいね。明るいからな。死の危険あり、自己責任でお入りください。この墓は兵所恐怖症にとって不快感を引き起こす狭い空間がある。想像通りだね。兵所恐怖症じゃないから問題ないわな。広いとこ出た。右クリックで写真撮れって言われとるな。じゃあそれっぽいところ撮っていこう。音がレトロだ。撮ったら何か起こるんかな。アイテムに入るとかじゃないみたいだ。もっと撮れそうなとこ探そな。壁に彫られてるやつって専門家なら読めたりするのかな。文字に見えん。あ、ホラーで電気つけるためによく見るやつある。判定ないや。撮るべきもの分かりやすいな。これくらいなら今までも撮られてそうだけどね。お、向こう側の足元に道がある。撮ったから進めるようになったんか。わかんないけど少しずつ進むのワクワクするよ。くっそ不気味な石像あるぞ。赤サビなのか血なのか。てか進めないや。じゃあ撮れ。もっと写真を撮るにはもっと光が必要だね。じゃあさっきのあれ触る？音にビビった。迷子にはならなくて済みそうやな。ここには写真に撮るべきものがたくさんある。大変そうだ。仕事は大変なものや、頑張ろう。明るくするのは今は無理か。明るくなってる場所に向かおうな。じゃああれか。あれ違うの？主人公との感性がずれとるわ。写真が趣味の人ならピンとくるものがわかるのかな。お、死者蘇生ある。もっと似てるのあったやろ。石に埋め込んであるのかな。撮れるなら高値で売れそうやけど埋め込まれてるなら無理やな。盗掘目的で来てない健全な写真家さんだよ。あ、これか。電気ボックスに気を取られすぎてたな。中に化け物いそう。定番すぎて怖くないけど化け物はいてほしい。いてほしいけどまだ序盤だからいてほしくないよ。せやな。現代の絵画ですら何を描いてるか理解できない私には壁画を理解するなんて無理だ。絵日記みたいなもんやろ多分。ああ、
ーブが光ったら使えますよってことなんだね。アヌビス、狛犬みたいなもんなんかな。ちょっと前に野良犬がピラミッド登ったの話題になったよね。うちが知らんから話題になってないで。ここしか行く場所ないんだけど。なんかやり忘れてるから消されてるんやないか。参考の例だよ。まさか本当にしつこくするだけでいいとは。目にない心でも試されてるんか。正体不明の攻撃を受けている。なんやったん？わかんないけど音の攻撃は私に抜群に効くよ。うちには暗闇攻撃が抜群に効くけど、ライトが手に入ったから問題なさそうや。さっきの音はライトを置いた音だったのかな。ピラミッドにいる神様はうちのファンってことやな。神様って双子好きだからそうかもね。嘘か本当かわからんこと言うのやめろ。でもほら見つめてるよ。これが神様なのか何なのかがうちにはわからんし。主人公的には普通のことだから写真には収めないみたいだ。肝が座りすぎやろこいつ。ライトあるから暗くて行かなかった場所を進んでいく。お、もう片方探してこいのギミックだ。先駆者おらんかったんかな。未踏破ダンジョンってワクワクするよね。ちょっと千年アイテムに見える。まあエジプトだしね。死の危険あり、ここには過去の悲劇が今もなお漂っている。立ち入りを固く禁じる。もし立ち入るのなら、死含むすべてが自己責任。上等。警告してくれるだけ並みのホラーより優しいわ。勘抜きだけで鍵はかかってないんだ。スムーズに進めるからこれでええんや。空気が冷たそうな雰囲気。砂漠の真ん中やぞ。夜なら寒いでしょ。お、家族かな。写真撮ったれ。家族写真撮りに来たわけじゃないし。無限に撮れるんやし撮っとけ。そうなの。残数見れないから積むことあると思って動いてた。開きそうな扉。絶地ギミック扉やん。周り見ていきますかね。撮りたいと思えるものないな。ゾウ取っとくか。取れたけど何か行き先増えたりしたかな。音はしなかったな。チンチン。主人公が写真に撮らない理由はセンシティブやからか。ここか。割と迷子や。行ったり来たりしてるわけじゃないけど行く道見つけるのに手間取ってる。何の音？まあいっか。取ろ。おしゃれな棺や。寝袋として売ってそう。酔っ払いでも侵入してきた。悲劇が漂ってる的な注意書きされてたしそれやろ。お、ここ初到達な気がする。また犬おるやん。これ進むべき道を切り開くギミックくんでしょ。あからさますぎて罠を疑ったで。ちょくちょくセーブしてくれてるから即死トラップ来ても問題ないよ。開いた先は後回しでこっち気になるから見とく。古代の遺物、推定4000年以上前の釣り船の小さな木製模型。取るんじゃないんだ。どれもしないな。さて行こう。部屋間の連絡通路は長かったけど今回は短いな。壁の文字も絵もないと寂しく感じるや。おお、井戸。絶地幽霊出てくるやん。いやー、何のための井戸や。そもそも井戸なのかも疑問ではある。井戸以外に何があるんや。トイレとか。行き止まり。それ以外にこの主人公にできることはないで。兵所恐怖症ならここで積んでたね。もっと前に積んでるやろ。お、最近めっきり見なくなった帽子。だいぶ前から見ないで。これはヘンリー・コールドウェル。1922年、このメモを見つけた誰かのために残す。俺はこの墓に、古代エジプト人と異世界とのつながりを探るためにやってきた。生きて帰れないかもしれないが、手遅れになる前に真実を知りたい。ここはただの石でできている場所じゃない。ここは見ていて、聞いているんだ。もし君もそれを感じるなら、自分の直感を信じるんだ。俺が生き延びて書き残す時間があれば、もっとメモを残そうと思う。だが今は逃げなければ、空気が冷たくなり、彼女の声が聞こえる。女王の魂があまりにも近くにいる。取れなかった？明かりになんかするのはやめてくれ。今のが女王なのかな。ここから出てきたとか？何もないし違うか。メモ的には逃げる的なこと書いてたし戻ってるの。なんすか？もうそこ見んでええやろ。気になりすぎるよ。あ、板が張られてた場所が通れるようになってる。タックルで壊せるやろと思ってたで。壊れたなら仕方ないけど壊すのは悪いことじゃん。そもそも許可取って入ってるかわからんし別にええやろ。
ピラミッドなのに下に進むんか？高さだけじゃなくて深さもある建物ってワクワクするよね。すっごい見たことあるけど何なのかわからない。エジプトを思い浮かべたら10個目くらいにはこれが出てくるわ。だるま落としのゲームで見るやつ。だるま落としならゲームじゃなくてリアルでやれや。取るんじゃないんだ。あ、でも私に効く攻撃されてるからどこか取るはず。ここか？思い出？いや、うっすら石像見えるし普通に撮影しただけか。恐怖演出がよくわからんな。まあまたどこかが開いてるんでしょうと。やったぜ。また木の板でもぶっ壊してくれたんか？俺は今古代エジプト第2000年期の偉大なファラオルダーメンの墓の近くにいる。激しい恐怖が俺を襲う。伝説によればファラオの意外に近づくと彼の怒りが目覚め恐ろしい結果を招くという。俺は伝説を信じてるけどそれが俺を止めることはできやしない。どんな代償があろうとも真実を明らかにしたいから。かっこいいね。何の真実を知りたいんや？古代エジプトの人が異世界的なスピとつながってたかでしょ。甘い匂いがしそう。ミイラの中身は死体やから臭いやろ。ミイラは甘い匂いがするって学校で習ったよ。教師がたまにするたわごとやろ多分。横道が空いてた。元がどうなってたかわからんけど進め。これ等身大だったりする？今までのよりはでかいな。反対と同じだね。ホームセンターの壁紙にありそう。売れなそう。捧げ物してるんかな？人間相手に輪投げしてるように見えた。物理攻撃が強そうなやついるね。バトルマニアの目線やめろ。治療というか最後を見とってる感じ？石室の中にいるやつの壁画なのかもな。マトリョーシカ式？マジでもう一個開くんか？よく見えない。サラウンドで騒がれてるし行ったれ。視界ジャック？溶けるまでカットや。イリュージョン。暗くされて消えられても神秘的じゃないな。あ、これ上が光ってるから何かしろってこと。ちょっと草。待って、今何が起きたの？とりあえず外せそうなのを外したよ。もっと周り探索しろ。あんまり変わり映えしないからサクサク進んでいこうかなと。ゲームの雰囲気はここまでで9割伝えられたと思うぞ。シナリオ的な進捗は？今2割ってところだ。結構ボリュームあるの草。玉座発見。硬そう。棺よりもこういうところに遺体を座らせてある方が好み。骨ならわかる。もしこれを読んでいるなら君も気づいているはずだ。この場所は見た目ほど廃れていない。まるで時間が巻き戻ったような感覚だが、そんなに単純なことじゃないと思う。歴史そのものが俺を飲み込み、時の狭間に閉じ込めたかのようだ。これはまずい。本当にまずい。ここから脱出する方法を探さなければならない。何をするにしても、ぐずぐずはダメだ。うちらももう手遅れなんかな。望み通りスピリチュアルに飲み込まれてるのに何が問題なんだろうね。サイリウム持った人に誘導されてる。サイリウムでもなければ人でもないやろ。すっごい綺麗。神秘的やな。これでこのゲームの雰囲気が10割伝わったと思うぞ。さっき足りてなかった1割はスピの部分やったんか。落ちて死んだりはできないみたいだ。落ちたいんか？外に出たい的な目もあったし出るべきなのかなと。もう一回入ってくみたいやぞ。言われて止まるような主人公じゃないんだね。入ったらライトをなくしてたから光に誘導されつつ探索中。道中で鍵のかかった扉が2つあったから鍵を探してるよ。これまでと同じくらいには広いで。お、いい笑顔。スケアなしは優しくてええな。ピース付きなら笑ってたかもしれない。あ、何か取るべき時の音。
目玉1個じゃ怖くないね。いっぱいあったら怖いってよりもキモいぞ。ちょっと目を離しただけなのに。写真に写るときに動いてたし、歩いてどっか行ったんかな。また遺体が置いてある部屋があって、何かをはめ込んだら開く扉が2つあったから、はめ込むべきオブジェクトを探して歩き回りました。カットが雑すぎる。楽しんで歩けるから道中気になる人は800円で買おう。明かりを消すのはあかんて。死んだかと思った。で、はめて開けて。そう開くんか。また遺体があったから取って。オブジェクトが出てきたからこれ持って。開けて進む。また遺体か。じゃ取る。違うみたいだから奥の壁画かな。序盤でやることのパターン分かったらあとは流れやな。ヘンリー・コールドウェルの言う通り、アメンティの伝説は本当らしい。異世界とのつながりって宇宙でもええんか。まあ大体異世界でしょ。何これ。本当に何これ。あ、何。いやこれさっきの明かり消してきたやつみたいにアイテム奪い取る敵やったやろ。急に出てきたからアイテム持っちゃったよ。いやー、2回やってくれて助かった。変なことしても積まないようにできてるのはすごいわ。行き止まりに扉を開けるギミック。罠確定やろこんなん。割とこういうおじさんはいるから怖くないや。そういうおじさんがいることが怖いで。冥界。行ったことないからわからん。私が1回死にかけた時はこんな感じのところだったよ。そうかい。序盤に木造模型で見た船。過去の世界を見てるとかか。写真に撮れないけど撮ろうとはできるや。この場所を撮らない写真家とか失格やろ。かなりいい景色だもんね。幻想的よな。あ、入水。死んで終わるんか。夢。夢だったみたいだ。死んで生き返ったんかもな。これだけスピな場所ならありえるね。女王の嘆きが俺の心を引き裂き、その度に大型さが増していく。彼女は恐ろしい。目を向けることさえできない。この墓は俺を行き詰まらせ狂わせようとしている。ちょっと余裕あって全ての影が見ているように感じ、気が狂っちゃったことの全ての呼吸も表れなのかも。これが最後の一息のように感じる。彼女は近づいてきている。俺の死はゆっくりとした苦痛に満ちるとわかる。この呪われた場所に足を踏み入れたことを後悔している。もし君がまだここにいるなら、手遅れになる前に引き返せ。別に危害を加えてくるわけじゃないから問題ない。目があったやつが規制上げてくるのは危害やろ。東京の日常だからセーフだよ。そうかい。あ、これ迷路っすね。これまでも迷路に見えて一本道やったから大丈夫やろ。同性のファラオの壁掛け、ネフェルティティ女王。2分かけて次の宝箱発見。迷路風の一本道やったで。さっきの宝は持っていかんかったけどこれは持っていくんやな。うちでもそうするわ。かっこいいしな。扉開けるのに使うからでしょ。夢から覚めてから閉まった扉なんて見てないで。すっごく最初の方のやつだよ。30分前のことは覚えとらんて。エロフィギュア。そう思うならモザイクかけとけ。古代エジプトのイシスは、豊穣の女神であり、母性、魔法、死、癒し、再生の女神としても知られていた。彼女の名はクイーン・オブ・スローンを意味する。この角度ならセーフかな。黙って次行け。布迷路を越えたと思ったら写真撮りの音だ。あれかな。包帯巻かれてないのレアやんけ。好みな服だ。髪だけ残ってるの不気味やな。樹海で死ぬと鳥も獣も食べてくれないから髪と骨だけ残るよね。知らんが。取ったけどアイテムが出てくるでも音がするでもないの。なんでもない時は歩いたら進むってのがこのゲームや。だね。ここだけでフルプ
プライスの価値があるくらいにはビビったよ。今年初ビビりや。絶対にこの人が襲ってくると思ってたから後ろ警戒してたもん。これまでが優しかったのはジャブやったんやな。お、進んだ。だるま落としのやつ？デジャブや。似たような場所が続いてるから新しい場所なのか戻ってきてるのかわからぬ。ここから抜ける方法を見つけなきゃ。これ以上こんな地獄みたいなとこにいたくないよ。撮る瞬間にカメラ動かしたから何が起きたのかわからない。遅れてみても問題なさそうやぞ。謎解きパズルのヒントかな？頑張れ。多分マークと数を覚えておけばいいと思う。振り向いたらあったからマーク通りに進む。これ最初の一歩目のヘビが2つあるんだけど、どっちでもええんやないか。その後の花みたいなやつないんだけど、わうちに頭使うこと聞かんでくれや。からない時は進んでみるのが一番。ワンチャン正解やなこれ。あ、やり直しみたいだ。で、多分これは壁画を下から読むべきだったんだと思う。合ってるっぽい。下から読む文化なんかな。さあ、まあ解けたからよしだね。じゃ取るものもないし進む。まだちょっと下ってるな。もはや現在地はわかんないよ。誰？メモ書いてくれてたヘンリーか？時代が違うでしょ。ここにずっと囚われてたかもしれんやん。喧嘩？犬の声にも人の声にも聞こえる。そういうのには慣れてるからいいや。あ、これピラミッド周辺の模型だね。スフィンクスって小さいと可愛いな。視線の先にケンタッキーがあることで有名だよね。ほらね。何がホラなんや。これを書いている今、自分がまだアメンティの世界にいるのか元の時代に戻ったのかわからない。今、この部屋に凶暴化したミイラたちが侵入しようとしている。時間切れだな。俺は奴らに殺される。でも不思議なことに、ようやく長年自分を悩ませてきた疑問に答えが出たからか安らぎを感じている。アメンティの伝説は本物だった。古代エジプト人は時間や空間を超えた存在と精神的なつながりを本当に持っていた。彼らの死後の世界に関する説は全て真実だったのだ。これを読む君へ、君の脱出を願う。だがもしアメンティに囚われてしまったのなら、脱出は不可能かもしれない。部屋から出る瞬間に襲われると思ったけど大丈夫だった。ずっとやかましいから警戒だけはしておこな。ずっとうるさいままなんだけど何か見逃しちゃってる？ここ長そうな一本道やし正面警戒しとけ。いやサイドが開いたんだけど、なんもないし入れもしないや。なるほど今なら入れるってことだね。いや無理なんだけど。地下に見隠れるところなんてないから持久戦になるさこれ。スタミナゲージがない無尽蔵体力主人公だから持久戦上々だよ。体力ゲージがない無尽蔵体力主人公でよかったな。どこここ？あ、これ最初の方の場所だ。帰ろか。出口が塞がれている。他の道を探さなきゃ。持ってるアイテム的にここしかないね。そんなのあったな。このいろいろ探索した後に序盤のマップに戻ってくる構造、ゲームとして美しくて好きだよ。あ、これが出口なんだね。かなりいいゲームやったな。1時間で終わりそうだけどしっかり楽しめたもんね。一口ちょいで遊ぶにはこれくらいでええんや。こんな地獄から生きて出られるなんて信じられないや。おお、すっごいいい景色。やっぱグラフィックな絵とテンション上がるな。あれ？何？これカメラ動かせるけど動けなくなっちゃってるや。イベントってことか。私はアメンティの世界に永遠に囚われたんだ。超常現象からは逃げられないんやな。ピラミッドに何かするんだろうけど、主人公が囚われちゃうのなんでなんだろう。そこにいたからやろな。上のあれも待たなきゃダメ？まあ気長に待とか。ご来光みたいだ。
超展開すぎて草。明けましておめでとうございます。なんで今？そんな空気じゃん。そんな空気ではゼッチいない。終わった？なんかよくわからんかったけど、くっそ楽しかったで。歩いてこそわかるワクワク感もあるから、ぜひ遊んでみてくださいね。エジプトのこともっと知ってればもっと楽しいかもな。800円で1時間おすすめ。それじゃまた何かいいゲームがあったらやろうね。バイバイ。ほなまたな。